当事者と生み出すデザインプロセスとはと題しまして、今回のファッションショーに参加していただいている島影圭介さんと、浜上文也さんと、僕落合で、トークセッションをやっていきたいと思います。というわけでですね、登壇者の方をご紹介していきますが、まずお隣にいらっしゃいますのが島影圭介さん、起業家、首都大学東京在学時、父の出読書をきっかけに文字を代わりに読み上げるメガネオトングラスを仲間と共に発明、株式会社オトングラスを設立、経営者と兼務の形で慶応義塾大学 SFC 研究所上席、所員、筑波大学助教を経てうちの研究室にいたことがありますね。はい、というわけでよく知ってる島影圭介さんですが、普段は読み上げメガネをやってます。最近はハブビオトープっていう、エンジニアと、当事者が共同するプロジェクトを、やってます。で、そのお隣に座ってますのが浜上文也さんです。網膜色素変性症という難病がある視覚障害者でパラクライミングのアスリートでございます。パラクライミングとは、障害を持つ方が行うフリークライミング競技で、2018年パラクライミング世界選手権第3位、網膜色素変性症は4000人から8000人に1人の頻度で発病すると言われ、現在根本的な治療法が存在しない難病で進行性であります。障害者クライミング普及活動を通じて多様性を認め合えるユニバーサルな社会を実現し、より成熟した豊かな社会を作る NPO モンキーマジックにも参加されています。コラボされているファッションブランドを、ご紹介させていただくと、ベータポストさん、デザイナーの江崎さんによるファッションブランドです。プロダクトを通じてファッションとしてではなく問題提起をする媒介として、見る人の思考を促すことを目的としたファッションアイテムを展開されております。奄美大島の、職人と共同で開発したゴミと伝統工芸品を組み合わせたプロダクトや段ボールをはじめタオルやガムテープなど普段何気なく使っているものから着想を得たアイテムが注目を集めているような、ブランドでございます。今回の服もですね、裏打ちされた革と、段ボールの合わせ技で作られていたりとかですね、あと服のコンセプトとしては弱視を持つ方だったりとか視覚障害を持つ方が見ている世界っていうのを、どうやって服で表現するかっていうところをされていて、つまりその服を着た人を見る人が、弱視の方や、視覚障害をお持ちの方の世界っていうのをより認識しやすくなっていただけるんじゃないかなっていうようなコンセプトで作られた服と聞いております。島影さん、なぜか補足説明がございましたら。完璧です。そうですか。あとやるとしたら、オトングラスのケースを段ボールで、そうなんですね。段ボールのに、見立てた素材で、これですね。独特ですね。そうなんですよ。先住民が作った革の衣装みたいな。すごい。なんかやべえですよ。しかも首にかけてるそれ、引っ越し用の紐みたいな素材ですね。これめっちゃでも強いらしいです。強度が。確かに。切れない。帽子も同じ感じなんですか。そうですね。帽子は設計がそうなんだ。めちゃくちゃ面白い。で今かけられているのがオトングラス。読み上げるためのオトングラスがかかっています。なるほど。じゃあという中で。先ほどショーに参加していただいて、多分水面の上を白杖をつきながら歩いた経験って多分ほとんどないんじゃないかなと。そうですね。台風の時ぐらいですかね。そうですよね。ちなみになんかすごい豪快に僕は歩かれてるなと思ってなんか逆に面白かったんですけど水の上歩いてどうでした？いやなんかシンプルにまず率直に新鮮な感じではありましたけど、なんかでもすごいこう童心に戻るような感じというか、チャプチャプして、はいちなみにショーの中では、文字を、多分ファブビオトープの碑文みたいなやつをなんか難しい文章を難しい文章をこう読み上げていただいて、多分やったと思うんですけれど、オトングラスをかけてみて、もしくは読み上げのメガネをこうやってみて、なんか面白かったこととか、発見があったところって何ですか？そうですね。なんかこれってなんかその別にこう視覚障害者に限らず、なんかその文字を読むっていう行為がなんかその苦手な障害の人とか、なんかそういったところにもなんかすごい汎用性があるのかなっていうふうなことは思うんで、スマホでその音声を聞いて生活するみたいなのは割と慣れてはいたんですけど、なんかこうこれがもっとこう普段からこう身につけて歩けるっていうのは結構単純にこのストレスが一個減るというか、おしゃれの一つとして使えるんだったらなんかいいなっていう感じはして。で今回の仕上がりについてはどう思ってますか？僕本当着た状態を今日初めて全体で見て、なんていうんですかね、都市構造で作ったマタギみたいな服になっていや本当に最高だっていうかなんていうかオトングラスのなんか今のプロダクトデザインだと
伝えられないというか表現しきれないものが全体のルックでガッてこう、まあ、あの杖は絶対地球最後の日に生き残った人が持ってるやつそうだから全力で歩いてここに来たって感じサバンナで生まれたみたいな。そうマジで裏側から来ましたみたいな。なんかやっぱファッションのなんかこう力強さみたいな、美しさ出てるよね。もうバリバリ。確かにね、当事者と生み出すデザインプロセスって話についてより深く深掘っていこうと思うんですけれども、島影さんはファブビデオトープってどんな活動なんですか？ありがとうございます。ですね、まあ弱視の方と、エンジニアの方が、共同して発明をし続けるラボみたいな活動なんですけど、その中でも、自分の居場所とか働き方、生き方を作っている弱視の方とか、エンジニアだったら情報学研究者とか、個人として自立している、弱視とかエンジニアの方が、集まってプロジェクトを実践するという、野生のラボみたいなものを実践しております。なるほど。はい、例えば過去に一緒にやった方だったら、例えば全盲のプログラマーの方とか、あと弱視の建築家の方なんですけど、なんかこういわゆる弱視とか視覚障害者教育の主流ではないですよね。そこで教えられているというよりも自分の切実さから生き延びるための工夫として編み出している技みたいなのがあって、民芸性みたいなものね。そうですね。でそれは主流の教育だと多分できないので、もう勝手にその人たちと一緒に、彼らの自立の方法とか共生の方法っていうのを、似た人たちに、分け与えるというか共有できるような場所を、辺境の教育って言ってるんですけど、それを意図的に作る必要があるというので、なるほど、野生でラボをやっております。浜之上さんにむしろ聞きたいんですけれど、はい、フリークライミング多分障害を持つ方に、伝えたりする活動をされてると思うんですけれど、でそれを伝えた相手の、例えばどんな反応が面白いとか、どういうことを喜びにして普段活動されてるのかなということが気になります。クライミングを、伝えるっていう感覚で今、活動しているっていうよりかは、どちらかというとそうですね、クライミングそのものっていうよりかは、なんかその自分、視覚に障害がある人間であったりとかっていうのがその岩を登る姿であったりとかっていうのを見る中で、視覚障害者の、球体然としたなんかその固定概念みたいなところであったりとか、そういったものをなんか自分が思っているものとはちょっと違うのかもみたいな、なんかその気づきであったりとか驚きみたいなことであったりとかで、そういったものがなんか自分のその登りを通じて与えられる瞬間があったりとか、些細なことでもいいんですけど、そういったことがあればすごく嬉しいなとか幸いだなって思うところです。ちなみに網膜色素変性症に患われたというか、にかかったのはいつの頃なんですか？病名が発覚したのは中学2年生ぐらいですね。で目が見えなくなり始めたのはいつぐらいですか？実生活でこうなんか不便が出てきたのは高校生とかそれぐらいの感じですかね。その中で生活の中で最初に感じた問題っていうか課題って何でした？そうですね、やっぱ夜がすごく歩きにくくなったっていうのがあったんですね。なんか野毛っていうか、そのなんか暗いところがやっぱ見えづらいっていうのがすごくあったんで、まず最初はすごいチャリンコでこう走ってると、車にぶつかっちゃったりとか、溝に落っこっちゃったりとか、なんかそういうなんで、そういう機会が増えたっていうのは一つあったりとか。なるほど。クライミングを始められたのは、その後ですか？そうですね、クライミング始めたのはごく最近で、5年前ぐらいで、もう社会人になってからって感じですね。ちなみに僕は存じ上げないんですけど、パラクライミングって目が見えない時にクライミングやる時ってどうやってその対象物を見つけるんですか？そうですね、ありがとうございます。ナビゲーターっていうのが、一応ペアとしていて、登ってる時に教えてくれたりとか、降りてる、もちろん壁に登る前に教えてくれたりするんですけど、その教えてもらう情報っていうのが、HKK 法っていうんですけど、方向距離形で教えてくれて、例えば12時の方向遠目
メロンパンみたいな形のホールドみたいな感じで、そういうふうな形でそれを折っていくみたいな感じで、大会の時なんかはそれをこう30手40手ぐらいのものをこう、事前にペアと一緒に覚えて、でそれでトライして、登りながらもちろん教えてもらえるんですけどっていうような形でやりくりします。じゃあ比較的オトングラスとの相性良さそうですね。ね、そうですね。何かを読み上げてもらって、はいそれで動いてっていうことは、そうですね。比較的それがなるほどな、はい。というわけでそろそろお時間になってきましたが、はい最後にそうだな、浜の上さんから、はいじゃあ今後の今後の目標とかって何かあったりしますか？そうですね、コンペという意味で言うと、はい今僕、最高の成績が、世界選手権で銅メダルではあるんで、まずそこで世界一になりたいなっていうのが一つあるんですけど、なんかやっぱりもっとこう自分の体であったりとかその感情であったりとか、そういったところをなんかこうコントロールできるなんか強さとは何かみたいなところを深めていって、なんかそういうふうな、それメンタルトレーニングであれに向かい合うってことですか？そうメンタルトレーニング、クライミングの中で向き合いたいなっていうのがあるんですけど、なんかそういう芯の強いクライマーになりたいっていう。すごい、はい、応援してます。ありがとうございます。というわけで今日こんなイベントでございましたが、今日のファッションショーも非常に美しかったと思います。ありがとうございます。はい、というわけでお越しいただきありがとうございました。はい、ありがとうございました。